お待たせいたしました。定刻となりましたので、記者発表を始めさせていただきます。本日はお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日進行役を務めます広報室の尾形と申します。よろしくお願いいたします。今回はこちらの会場と Zoom でのオンライン配信で進めてまいります。お配りしております資料をもとに産業科学研究所乃木教授より約20分間の発表の後、質疑応答をお受けしたいと思います。質疑応答には、第一工業製薬株式会社、五井陽介様にもご同席いただきます。では、乃木先生、よろしく。はい、はじめまして、ご紹介ありがとうございます。大阪大学阪大産経の乃木と申します。本日は、先月かな、1週間ぐらい前にプレスリリースしました、コンパクトなセルロースナノファイバー CNF パウダーを開発、水に混ぜると無色透明で液だれしない液体になるという内容を発表させていただきます。で、内容をざっくり説明しますと、これまでは固形分 2%、これ水が 98% なんですけど、固形分 2% のペーストを水に添加させて、透明な液作って色素性を発現させていたんですけども、これからはこういう固形分 100% のパウダーを添加すると透明性保って色素性が発現される。重量は50分の1、体積は約20分の1に低下するという内容を発表させていただきます。まず最初に背景、セルロースナノファイバーの動向について説明させていただきます。セルロースナノファイバーは、まずパルプというものから作る、似たような形で作るんですけども、木材のチップを漂白したものが、髪の毛ぐらいの太さの繊維、パルプ繊維なんですけれども、それに回線処理をすると、こういう白い液ができます。で、この2つ、この赤枠に囲ったものがセルロースナノファイバーと言われるものなんですけれども、1つはそのまま機械的処理をするもの。もう一つは、パルプにした後、店舗酸化処理など各編成処理をしてから、回線処理をして、シングルセルロースナノファイバーを作るような、ものが、幅が違うんですけども、単純に言って液が白いものと透明なものがあります。で、値段はと言いますと、こちらの方の出店によりますと、現在この白い方、太い方がキロ数千円、将来的にはキロ数百円になるでしょう。こちらの透明の方は現在キロ数万円、それが将来的にはキロ数千円になるでしょうというふうに言われております。で、セルロースナノファイバーの用途としましては、いろいろありまして、昔私が、今もやってるんですけど、透明な紙だとか、東京大学がやってるエアロゲルっていうのが、こういう透明な、液から作ったりするのもあるんですけど、ここら辺は主に大学の研究がメインでして、企業化されている、商売が行われているものっていうのは、こちらはセルロースナノビーグル、ナノセルロースビーグルで有名なんですけども、プラスチックと混ぜて使う。それは太いやつを使います。で、こちらの透明な液の方は、食品とか化粧品の添加剤として増粘剤で使うというようなものが、主な用途となっております。で、それぞれ、プラスチック補強、増粘剤というものに関して、競合材料との価格比較はどうなっているかといいますと、こちらの方のプラスチックと混ぜる場合っていうのは、炭素繊維とかガラス繊維っていうのが競合材料になりまして、それに比べるとまだ若干高いかなっていうところとなっております。で、増粘剤の用途に関しましては、よく知られているのがカルボキシメチルセルロースとかキサンタンガムというものでありまして、そこら辺と比べると、価格はほぼ同等というようなことになっております。で、どのような風に市場があるかと言いますと、こんな感じで、こちら赤が重量ですね。で、青が金額、どんどん増えてまして、2017年から2022年にかけては4倍ぐらいのような形になっています。で、今後も、どんどん右肩上がりで成長するっていうふうに予測されているんですけども、ちょっと気がつくのが面白いのが、あと3年経つと、出荷重量は 1.5 倍。なのに、金額はそれほど増えてないと。なんでだろうなっていうところがあるんですけども、それはなぜかと言いますと、こちらのレポートによりますと、22年の時の何トン出荷したかっていう形でいきますと、樹脂複合、白い液のものと、透明な液の機能性添加剤のものはほぼ同じ量出荷されているというふうに考えています。で、先ほど言いましたように、こちらの方が高いので、金額ベースでいくと、こちらの方が多いですよと。
で、それからどんどん、どのように増えていくかって言いますと、機能性添加剤の方はそれほど増えないんですけども、樹脂補強の方、樹脂複合の方がどんどん増えるというふうに言われております。で、やっぱこちらの方はそんなに高くないんで、こちらの出荷トン数、量、重量が増えたところで、金額的な市場の成長っていうのは、それほど、大きくならないというようなことがあります。で、これでなんでこちらの機能性添加剤の方が、市場の成長が緩やかになっているのかという話をする前にですね、機能って何なのという話をしたいと思います。で、機能で一番有名な機能がチキソトロピー性っていう話になるんですけども、辞書によると、振ったり混ぜたりすると液状化するっていう形。だから、読んでもよくわかんないんで、もう見てもらうのが一番なんですけども、これ、すべての材料に共通するものです。例えば、セルロースナノファイバーを加えても色素性は見られますよっていう。こんな感じで最初はプルプルしてて逆さにしても動かないような状態です。でもこれを激しく振ってやると、こういうふうに濃度は全く変わってないんですけども、トロトロサラサラになるっていう、こういう現象で、これを時間放置しとくと、もう一回カチカチの状態に戻るっていう、これがチキソトロピー性って言われてまして、これはどんな材料にでもこの現象が見られればチキソトロピー性と。で、店舗酸化セルロースナノファイバーを加えてもチキソトロピー性が見られますよってとこです。じゃあ、チキソトロピー性が、何のメリットがあるかっていう時なんですけども、粘度が大きく変わるのがチキソトロピー性なんですけども、粘度が常に低い場合、例えば霧吹きすると、こんな風に霧吹きできますけど、だらっと垂れますよね。霧吹きした時、やっぱここに残っといてほしいんですけども、常に粘度が低い場合は、着弾した後も、ここに着弾した後もサラサラしてるんで、落ちてしまうと。じゃあ粘度が高ければここから落ちないんで、粘度を高くするとどうなるかっていうと、こんな風にコチコチの状態で、スプレーしようとすると、想像された通りだと思いますけど、ここでスプレー飛んでいかないんですね。だからスプレーしようと思うと、粘度が、霧吹きするときは粘度が低くて、着弾したときは粘度が高くなる。チキソトロピー性がある液体が好まれると。だから普通の水にセルロースナノファイバー、店舗酸化ナノファイバーを加えてやると、こういうふうに突出できて液だれしないっていうような機能が出てまいります。で、じゃあ、セルロースナノファイバー、すべてのセルロースナノファイバーが色素性があるかって言いますと、こちらが今見せた店舗酸化セルロースナノファイバー、こんな感じで、色素性がある、非常に粘度が高いんですけども、こちらがプラスチックに混ぜる用途のやつですね。太いセルロースナノファイバー、もうこんな感じで、もう水とほとんど一緒です。だからこのタイプのプラスチックと補強するタイプのやつに用意しても、これはチキソトロピー性というのは全く期待できません。やっぱりこれは、プラスチックと混ぜるようです。で、こちらが色素性を出す用の、セルロースナノファイバーになってくると思います。はい。それで、代表的な増粘剤との比較をしてみますと、こちら店舗セルロースナノファイバーが 0.5%、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロース。で、その外観はこちらお見せしましたように、こういう透明なものになっています。で、添加剤で入れるんで、やっぱり色はない方がいいんですね。で、例えば綺麗な赤い商品作って粘度変えたいんで、物を加えましたっていう時に、そしたらせっかく綺麗なビビッドな赤を作ってるのに、添加剤入れたらピンク色になるなんてことがあると話にならないんで、やっぱ無色透明っていうのは必要なスペックとなっています。それで、あとは、他の、増粘剤なんか、例えばこのキサンタンガムなんか比べますと、これはあれですね。このいろんな、先端速度、いろんな先端速度での粘性の値です。で、こちらが遅いとき、こちらが速いとき。で、すべての領域において、キサンタンガムに比べると、セルロースナノファイバーは1桁以上、粘性が高いものとなっています。で、カルボキシメチルセルロースなんかだったら、ここら辺のところでは、同じような粘度なんですけども、ゆっくりになると6倍ぐらいしか増えないのに、店舗酸化ナノファイバーは70倍増えるっていうような形で、この、ね、速度によって粘度のギャップが大きい。だからこれイメージしてもらうのが、こちら速いとき、霧吹きでシュッてやるときは、シュッて飛ぶときは粘度が低くなる。だから霧吹きするときはサラサラなんで出ていきますよって。で、こちらの先端速度が低いときっていうのは壁にくっついたときですね。で、先端速度が低くなると、ネトってするんで、
液だれしませんよっていうところで、こういうふうに粘度のギャップが非常に大きいっていうのが、特徴になっています。店舗参加の CNF は他の増粘剤と比べていつも粘度が高くて、先端速度でのこのギャップっていうのが非常に大きいものです。で、ここまでいいことを説明したんですけども、最初話しましたように、伸び悩むっていうことがあります。その理由っていうのを、説明してますと、今説明しましたように、他の競合材料に比べて非常に優れた性能は持っているんですね。でも、出発材料がこういう店舗参加 CNF って2% ぐらいの固形分、こちらは液体が 0.5% ぐらいなんですけども、2% になるとこれちょっと見えないかもしれないんですけど、こんな感じですね。98% 水、2% しかものがない。だからこれを購入する場合は、98% 水なんで、セルロースナノファイバーを買っているというよりも、水を買ってるんですね。だからこれを買って運びますよっていうのは、もうこれはほぼ水を買って、で、届きました、倉庫に入れときましょうというと、水を保管しなくちゃいけないという、あまり無駄なコストを払わなきゃいけないというところが問題になっているかなと思います。だから解決する課題としましては、コンパクトなセルロースナノファイバーのサンプルが必要とされています。で、ただコンパクトになればいいかというとそうじゃなくて、もう前提条件として水で分散して特異的な粘性を保つっていう、こういう色素性はある。色素性は持ったまま、コンパクトなセルロースナノファイバーを作るっていうのがターゲットになるかと思います。そのようなセルロースナノファイバーの乾燥粉末、パウダーに関しましては、従来技術4つぐらいあるかなっていうふうに考えています。で、こちらに4つざっと示したんですけども、こちらが出発。まあ、大体どの会社が作ってもこういう、高濃度なものというものでも、まあ、こんな感じのペースト状のものが多いです。ここから出発したときに、これで90数%水があるんで、もう一番最初に思いつくことは、オーブンに入れて、100度以上のオーブンに入れて乾かしてやれば固形物になるじゃないかと。っていうところなんですけども、こちらがやった結果なんですけども、こちらの状態で110度のオーブンに入れます。そうすると水が沸騰して全部出ていくんで、こんな感じに体積はちっちゃくなる。多分 2% ぐらいの体積になります。で、得られた粉末っていうともうこんな感じで、白い角砂糖というか、そんな感じで透明感がある粒になっています。セルロースナノファイバー同士がぎっちりくっついてるんで、こんな感じになっています。で、これを水の中に入れて、濃度を 0.5% にしてみますと、こんな感じで、こちら、後ろのバックの背景の黒いラインが見えないと思うんですけど、透過率 60% ぐらいで、もうまず、透明じゃない、白濁していると。で、じゃあ粘性はどうかって言いますと、こちらに示しましたように、霧吹きはできるけど液だれするっていう、もう色素性もない。透明でなければ色素性もない。もう全然これは不合格なものです。だからここでなかなか技術的に難しいなっていうところが分かっていただけるかと思います。で、じゃあ今さっきの粉末をちょっと不透明なんなら、むっちゃ力強く攪拌してやれば、だから皆さんもやると思うんですけど、なんか混ざってないなと思った時に一番最初にやることは力強く混ぜることじゃないですか。で、それをやったらどうなるかって言いますと、で、今さっき用意した粉末を 0.5% にして強力に攪拌します。10倍ぐらいの力かな。思いっきり攪拌すると、こんな感じに非常に透明な液になります。で、まあ、これでいいかと言いますと、そんなでもないですね。こちらに一覧表を示したので、これが初期の場合です。このレオクリスタを 0.5% に調整した場合は、透過率がこんな感じで、粘度がこんな感じ。乾燥粉末を作って同じ濃度に再分散させたときに、ここに行ってほしいんですね。で、今さっきの、半透明で粘度が低いっていうのはこういう値で、まあ、これに比べると全部低くなってるんですけど、で、むっちゃ攪拌すると透明性は上がってるんですけど、全体的に粘度が低い、サラサラになっている。これは何が起きてるかっていうと、セルロースナノファイバーが切れてるんですね。この高粘度のっていうのは、セルロースナノファイバーが水中でこう絡まりあるから、ネバネバしてる液体なんですけども、分散させようと思って一生懸命ガーってかき混ぜると、それがプチプチ切れるんで、せっかくの高粘度っていう特徴がなくなると。だからこれもなかなかよろしくないと。
じゃあ、だからやっぱり110度で、オーブンで水を沸騰させて除去するっていうのはなかなか未来がないなっていうのが分かってきたかと思います。で、もう一つは、この状態で乾かすと繊維同士がくっついて二度と離れないんなら、ここに糊みたいなものを混ぜといて、水溶性のポリマーを。繊維同士がくっつく間に糊が入っとけばいいだろうっていうものもよく開発しております。そういうものをしてやると、繊維同士に水に溶ける材料が入ってるんで、水の中に入れたらそれが溶けて、繊維が分散するっていうようなものです。なんですけども、そしたら溶けた液体っていうのはセルロースナノファイバーがバーッと溶けてるんですけども、そこに糊が入ってるんですよね。で、それでこういう、だから、そうすると、このセルロースナノファイバー由来の特異的な粘性っていうのが発現しないんじゃないかなっていうのがなんとなく想像できるかな。例えばこういうもの、キサンタンガムっていうのは水溶性なので、キサンタンガムとこれをレオクリスタを混ぜて乾かしてやると、再分散するものができると思います。やったことはないんですけど。でもそうするときに得られたものっていうのは、透明な液体はできますでしょうけど、粘性っていうのはこれとこれの間になるんだろうなっていうのが想像できました。だからちょっとこの混ぜ物をするっていうのも面白くないなと。そのままこの値を完全にリカバリーするようなものを作ってみたいなと思ってました。で、最後、既存技術のもう一つとしてありますのが、凍結して消化、フリーズドライ、凍結乾燥っていう方法があります。こういう液体をフリーザーで凍結させて、水を氷にさせてやります。で、それで氷を低圧下で、バキュームすると、氷が液体を経ずに、氷がそのまま気体となって飛んでいく、消化。お湯を沸かして沸騰じゃなくて、氷をそのまま飛ばすっていう消化っていう現象で、乾燥物を作ることができます。で、消化させるとその時に繊維同士が凝集しないというのが知られてますんで、こういうのができて透明になって色素性のある液体になるっていうのも知られています。凍結紛争させるといいものができます。で、私たちが今回発表するものっていうのは、別のルートで作ったものなんですけども、ポイントは液体の気化方法。ここちょっと配布資料で蒸発とか書いてるのと間違いです。液体の気化方法にちょっと注目してみました。で、あとはゲル化するっていうことにも注目してみました。で、まず最初のこの気化方法に関しては、100度以上で加熱すると水は液体から気体になりますねっていう。でもこの方法だと非常に繊維同士が凝集しやすいんで失敗しました。で、もう一個は先ほど言った液体を凍らせて、気化する。消化っていうのがあって、これは繊維を凝集しないということで知られています。あともう一個繊維を凝集しない気化方法っていうので、蒸発があるんですね。水を置いといたら、1週間経つと水がなくなってる。あるいは沸騰してなくなってんじゃなくて、水が、蒸発して気体になるっていう方法です。で、これも、弱い凝集力、発生する凝集力が弱いってことが知られています。で、水を蒸発させるっていうのは理論上できるんですけども、皆さんすぐ想像つくと思いますけど、とんでもなく遅いですよね。水を蒸発させるっていうのはもうとんでもなく遅いんで、もっと沸点の低い溶媒、有機溶媒、今回はエタノールを使ったんですけども、エタノールに、水系のペーストから有機溶媒、エタノール系のものに溶媒置換してやればいいかなっていうふうに思いました。で、それで、セルロースナノファイバーを有機溶媒にやると、ゲル化して固化しやすくて、素早くろ過回収が可能になるんで、こういうコンセプト。水をエタノールに置換して、エタノールを沸点低いから、そのまま放置すると勝手に蒸発して、パウダーが完成というコンセプトで作りました。で、見てもらいただくと分かるんですけど、エタノールを用意しまして、これがレオクリスタ 2% のものをごちゃんと入れます。で、これでもうゲル化して固まってるんですけども、攪拌した方が、早く溶媒置換が起きるので、攪拌しました。そして、それをそのまま、ろ過します。で、これ 200cc ぐらいのセルロースナノファイバーの分散液なんですけども、ナノファイバーをもし、そのままろ過すると、ナノメンブレンが必要で、すぐ目詰まりして、200cc ろ過しようと思ったら、1日経っても絶対ろ過できないぐらい、非常にろ過時間がかかるんですね。
だけどこれ有機溶媒中にセルロースナノファイバー入れるとマイクロサイズの粒子になってるんで、ものすごく水はけ、水じゃないんでエタノールはけですね。溶媒はけが良くて、30秒ぐらいでもあっという間にこんな風に粉末が回収できます。で、この状態で見ていただいてもなんかふわふわした粉末になっているのがわかるかと思います。で、これでそのまま、室内に放置しておいて風乾したら乾くんですけども、エタノールなんでもうこんな作業している間にどんどん乾いているような状態なんですけども、で、今のが得られた粉末です。で、先ほどの手順によって溶媒置換して蒸発して得られたものが、こんな感じの200ミクロンぐらいの粉末を得られまして、で、希釈して攪拌すると透明な液になって、色素性のある液体になりました。先ほどの凍結乾燥、フリーズドライで行ったものと同じようなものができました。じゃあ、性能比較、先ほどのフリーズドライのエタノール蒸発したものを詳しくスペックを比較してみようと思うんですけど、こちらが、ペースト状のもので、このスペックに近づきたいなと。で、凍結乾燥した消化させたもの。多少の数字の差がありますけど、これは測定誤差範囲なんで、ここも同じぐらいの数字です。で、今回私たちが提案するエタノールを置換したものも大体一緒。こういう感じで、こちらのフリーズドライ、凍結乾燥したものも、私たちの今回のものも、ほぼ同じスペックのものができました。で、どちらがいいかってことなんですけども、水中で分散して特異な粘性を持つっていうのは、これはあくまでも必要最低条件です。一番解決しなくちゃいけないのは、コンパクトなセルロースナノファイバーのサンプル。ということで、この 3つあるんですけども、どれがお好みでしょうかっていう話です。こちらが現行品で 98% の水。こんだけありますけど、固形分は 0.7g です。残りは全部水。これは購入するっていうのは、言ってみれば水を買って水を運んでるじゃんと。で、フリーズドライ。フリーズドライっていうのはもともと体積収縮しないっていうことで知られてた乾燥方法なんですね。だから本当にものの見事に体積収縮してないんで、これが 0.7g。じゃあこれは空気を買って空気を運ぶような状態。で、私たちが作ったのはこんな感じ。もうセルロースナノファイバーを買ってセルロースナノファイバーを運ぶっていうのに近いかなと思ってます。これもどっちも同じような性能で、これ空気なんなら圧縮すればいいじゃないとかいうふうに思われるかもしれませんけど、これもすごく傘高くてふわふわしてるんで、スプーンですくったりするとあっという間にいろんなところに静電気でまとわりついて、非常にハンドリングがしにくいです。一方、こちらは普通の粉なんで、スプーンですくってもこんな感じで静電気をすることもないっていうようなものができました。はい、そこで、そろそろ時間なんでまとめをさせていただきますと。セルロースナノファイバーの特に店舗酸化ナノファイバー、透明な液体になる店舗酸化ナノファイバーっていうのは色素性があるんで、増粘剤用途で化粧品とか食品添加物で非常に幅広く使われております。で、その、適用先をさらに広げるためには、こちらの水が圧倒的に水リッチであるというところが課題になってて、コンパクトなものを望まれていました。で、これまではこういう、ペースト状のものを液体に混ぜて透明なまま色素性があるっていうようなことを行ってたんですけども、今回の私たちの発表によって、固形分 100% のパウダーを添加して同じような特性を得られることができるというふうに考えています。重量っていうのはもうこれは50分の1です。体積もざっくりですけど20分の1ぐらいには減ってんじゃないかなっていうふうに思っています。で、既存の技術の人、競合の技術としては、凍結乾燥体っていうのがあるんですけども、凍結乾燥で得たものと私たちのもの同じ性能です。でも忘れちゃいけないのは凍結乾燥、傘高いですよ。静電気がたくさんありますよ。で、こっち作り方も非常にシンプルだったんで、もっともっといろいろ使い道が、セルロースナノファイバーの用途が広がるんじゃないかなっていうふうに考えております。で、最後、一つ謝辞なんですけども、今回の発表に関しまして、市場動向とか、そういうようなところのグラフなんかを、こちら、矢野経済研究所の2023年版セルロースナノファイバー市場の展望と戦略という書物から引用させていただきました。こちら、ご覧いただきますと、もっともっといろんなセルロースナノファイバーの市場の解説なんか、記事なんかがありますので、ご興味のある方はこちらを購入して、ご覧になってください。はい。
以上で発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。で、すいません。質疑応答に行く前に、業務連絡の話がいくつかありまして、まず会場におられる方で、サンプル持ってきましたので、その説明をしとこうかなと思いまして、上に黒